カローラクロスのハイブリッドとガソリン、試乗して感じた違いをどんどん上げていきます。パワートレインだけではなくて、それ以外の部分でも違いが大きく、全然違うねって感じでしたので、比較しがいがあります。比較その1、乗り心地が異なります。簡単に比較すれば、ハイブリッドが柔らかく、ガソリンが硬いです。そして他社も含めて比較すれば、ハイブリッドはとても柔らかく、ガソリンは普通くらい。ハイブリッドの乗り心地は、ぴょこぴょこしない柔らかさがクラス的もしくはクラス以上と感じます。でも、触れたいのはそれぐらい。めちゃくちゃ良いと時間割きたいのはガソリンの方です。ガソリンのフロントシートに座っていると、フラット感高い上に衝撃が気にならず、そしてリアシートはそれよりもゆったり。低速時はタイヤの柔らかさが効いて、ハイブリッドといい勝負くらい。で、速度上がってからはね、絶妙な味付けを感じます。これでハンドリングだって良いと感じましたから、ここ両方合わせてのレベルにびっくりです。比較する2台は、ハイブリッド G とガソリン G、同等の装備内容です。LED ヘッドライト、本革ステアリング、スマートキー ACC など、最低限欲しい装備は大体ついて、259万円と224万円。差額は35万円です。オドメーターが示す走行距離は、ハイブリッドが4000キロ、ガソリンが2000キロ。動画中、黒いボディカラーがハイブリッドモデルで、青いボディカラーが純ガソリンモデルです。比較その2、静粛性が異なります。全体的に静かかつノイズの聞こえ方が良いのはハイブリッドの方です。もうね、予想の通りですよね。ハイブリッドは低音域がカットされて中域主体のノイズ。で、ガソリンの方はゴーゴーした低域が目立つ静粛性です。あと、ハイブリッドというとね、ピーピーキャーキャーしたその電子ノイズ。最近のトヨタ車ですと気にならなくなりましたので、このカローラクロスでも気になりませんでした。ここをあえて言えば、ブレーキのアクチュエーターかアキュームレーター、そのあたりがね、作動するような音、そのくらいです。比較その3、ハンドリングが異なります。ハイブリッドは柔らかいフロントサスペンションで、パワーステは中心から軽いです。ハンドル切ると低速時からフロントがよく動くので、実際以上に敏感とか動きやすいとか、そんな感じで感じられます。こうした特徴かつ、中心が固められていないので、直進性は微妙とも思ったのですが、その代わりにね、自然な感触で違和感を感じません。ガソリンの方はとにかく良いです。もうその一言。軽いとか重いとか敏感とか過敏とか、もうそういうのじゃなくてね、もうすごく煮詰められた熟成モデルみたいな良さ、そうした良さを感じます。穏やかで走りやすく、イージーです。でね、これ話し始めるともうそこだけで1本分ぐらい長くなっちゃいますので、別動画をご覧くださいませ。比較その4、ブレーキフィールが異なります。滑らかな速度コントロールのしやすさ。どっちもね、あまり触れたくない部分です。先に謝ります。ごめんなさい。ハイブリッドは唐突な部分があって、ペダル操作が難しい。それはトヨタ式ハイブリッドでは仕方がない部分。他社と一緒です。ただ、カローラクロスですと、フロントサスが縮みやすくて伸びやすい。そのために挙動コントロールが難しいです。結果、ブレーキコントロールにより神経を使います。ガソリンは逆です。フラット感高いフロントサスペンションは縮んでいる量を感じにくい。例えば停止直前、これによってね、扱いにくさを感じます。どっちもどっちというかね、難しいですよね。ハイブリッドは燃費のため、ガソリンは乗り心地のため、どっちも割り切り、そんな割り切りをね、感じました。じゃあちょっと一項目だけ息抜きタイム、お茶かアルコールで一息つきましょう。その間にご覧いただきたいのがメインのメータークラスターです。このカローラクロスですと、ハイブリッドでもね、タコメーターがついてきます。これびっくりですよね。ハイブリッド G 限定かもしれませんけれども、自分初めて運転した時に、あれって思っちゃいました。乗り心地が違うので、ガソリンモデルでないのは分かっていました。ただね、エンジン停止するまで微妙に不安だったんですよね。それでね、あとついでにブレーキホールドのインジケーター、これタコメーターの近くに大きく表示されて安心です。このインジケーターが液晶メーターに表示されるタイプですとね、小さくて分かりにくいことも多いです。なのでカローラクロスのこの表示は良いと思いました。D に入れます。ブレーキホールドかけます。
較その後、燃費が異なります。続いては乗り味以上に重要かもしれない燃費の違いについて。カタログ燃費は WLTC モードでハイブリッドが 26.2kg、ガソリンが 14.4kg です。自分たちの市場時ですと、ハイブリッドが深夜に 27kg、朝に 20kg、ガソリンが深夜に15から17、朝に 8kg でした。燃費差はおおむねカタログ値通りの12kgぐらい。で、金額換算してみると、リッター160円で5万キロ走った時に30万円くらいの差になります。車両価格の差額は35万円です。比較その6、加速感が異なります。ハイブリッドは踏んだ瞬間のピックアップが力強いです。メーターに20キロ。ここからちょっと踏んでみます。じわっていきます。はい。短い合流などで多少判断が遅れてしまっても困らないのはこっちでしょう。ただ、エンジン始動時とか回転中とか、本当のたまになんですけれども、ちょっと安っぽくね、ブイーンとした振動ノイズを出す時がありました。ガソリンは滑らかさの強い CVT と高回転で音の良いエンジンが魅力です。アクセル踏みます。なかなかいい音ですよね。シュボーンっていきますね。まず CVT はギクシャクを感じたのは1日運転して2回くらい。通常走行中は滑らかです。エンジンはハイブリッド用と同じ 2ZR 形式。エンジン形式は一緒なんですけれども、末尾の3文字がね、異なります。で、アトキンソンサイクルとオットーサイクルという違いはあります。弱い加速時でも高めの回転数を使いたがる。それはあるんですけれども、低回転で耳障りでない。高回転でシュインとした響き。そのあたりがね、とっても魅力的でした。アクセル踏みます。なかなかいい音ですよね。シュボーンっていきますね。体感的な加速感もね、結構あります。ここ上り坂なんでね、ちょっともう一回踏んでみますね。減速します。踏みます。はい、全開です。比較その7、装備機能的に異なる点。最後は明確とは言えない部分なので負けへんとさせてください。内容は装備面。同じグレード G 同士でカタログを見ていると、バネ上制振制御という機能の有無がありました。ハイブリッドのみの機能です。これはピックアップに優れるモーターを使ってドライバーが意識しない中で駆動力を変化、快適性を向上させるという機能らしいです。予想するに前後の揺れを抑える機能かと思われます。それでね、重要なのは乗ってどうかという部分。ガソリンモデルと比較すれば分かりそうなんてね、思ったのですが、基本的な乗り味が違いすぎて、バネ上制振制御がどうこう、そんな感じにはね、なりませんでした。なので、なんとなく感じた印象です。それは、車が跳ねる方向で伸び上がった時、前後の一体感が高く感じられました。前が後ろ側という部分で着地した時の一体感、ここが良いねと感じたので、もしかしたらバネ上制振制御によるものかもと思いました。カローラクロスのハイブリッドとガソリン両方に乗ってみて思ったこと、それはガソリンモデルが超魅力的ということです。走行的質感が高くて走りやすさも十分。お値段は199万円スタート。率直に言ってハイブリッドモデルに使用した時はガソリンモデルほどの、感動感激、そういったものはね受けませんでした。いつもだったらサスペンション柔らかい方が好み、そんな感じで言っていたと思うのですが、今回はちょっと違いました。ハイブリッドの方はね、その静粛性と燃費で大きな差があるくらいの感覚でした。それでね、ハイブリッドしか興味ないという方は、たくさんいらっしゃるでしょうから、ガソリンモデル同様の乗り味を持つハイブリッドモデル、
そうしたモデルがね、グレードがあっても良いねって、あったら良いねですよね。あったら良いねって思いました。現状ですとハイブリッド、とにかく柔らかい乗り心地が好きで、あと丁寧な運転を面倒と感じない方、そうした方におすすめかと思いました。動画は以上です。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。